皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はこちらになります。シグバのオープンイヤートゥルーワイヤレスイヤホンの SO1 というね、こういったオープンイヤー型のワイヤレスイヤホンをご紹介したいと思います。ということでね、開封し、そして中身の方を確認、また使用感をお伝えしたいと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。ということで、パッケージ内容はこの通りになっています。まず本体そのもの、そして充電ケーブルは USB-C と USB-A のケーブルが1本、短いものが入っています。加えて取扱説明書になりますけど、日本語に翻訳されているものが入っています。このあたりいいですね。そしてこういう着用ガイドや機能の説明もわかりますので、ユーザーフレンドリーになっているのがいいですね。では本体のね、外観を見てみたいと思います。パッと見の印象、これね、今初めて持ってみましたけども、持ったサイズ感、本当に石鹸ですね。正面にはこのケースのインジケーターですね。そして背面には USB-C ポートがついていて、あとは全くね、プリントなどありません。では開けてみたいと思います。こんな感じで綺麗に収まっています。そして注目すべきところとしてはこちらになりますが、実はですね、もう今通電しましたが、このように LED のディスプレイになっているんですけども、バッテリーの残量がこのように表示されますね。これはですね、今右側が96% ありますよと出ています。このようにバッテリーの残量が数字でね、見ることができますのがいいですね。そして取り外してみたいと思いますが、ケースそのもののバッテリー残量は出てきませんね。はい、もう一度入れてみますと、このようにね、バッテリー残量 96% ありますよと出ています。では外観の方をね、これから見てみたいと思いますが、非常にシンプルな構造になっています。上側にこの音出し用のメッシュがついていて、こちらと、ここの内側ですね、2箇所から音が出る仕組みになっています。加えてですね、ここの部分、イヤーフックの付け根の部分が回転式になっていて、耳の形状に合わせてですね、ある程度調整することができるのもいいですね。これありそうでなかった感じですね。で、反対側も同じように構造になっていますので、耳の形状に合わせてね、ちょっと向きを変えたりするのができるのがいいですね。マイクの穴もついています。そして電源のこのマークのボタンはオレンジありますけど、こちらがマルチファンクションキーになっているということで、いろんな操作方法をこのボタンの押し方で変化させることができます。ではですね、主な特徴をここでご紹介したいと思います。先ほどお伝えしましたようにオープンイヤー型になっていますので、よくスポーツされる方にとっては非常にいいデザインになっていますね。耳を塞がない形状になっているので、外の音を聞きながら好きな音楽などを楽しむことができます。そして指向性音声伝送システムによって明瞭度の高い音を実現しているということです。また Bluetooth は最新規格の 5.3 に対応しているのもいいですね。より高速で安定した接続が実現します。またね、こちらのマイク機能がついているようにスマートノイズキャンセリング機能ということで、いわゆる ENC になります。環境音をある程度ノイズキャンセリングすることができます。そしてバッテリーの持ちなんですが、連続で使用した場合約9時間ほどのバッテリー持ちということですね。このケースのバッテリーの容量は 600mAh、 イヤホン単体としては 60mAh のバッテリーを搭載しているということですね。また重さですね、総重量は 92g ということで、実際にね、この辺り測ってみたいと思います。こちらのスケールであれば総重量は 95.8g に落ち着きました。イヤホンね、それぞれ左右の場合 22.9g となっています。そして防水機能も搭載しています。IPX5 相当になっているんですが、汗などをかいた場合、もしくは雨などに濡れていたとしても、ある程度のものであれば問題なく使うことができます。そしてもしかしたらね、一番の目玉機能かもしれませんが、なんと充電は Qi ですね、ワイヤレス充電に対応しています。このタイプからしてワイヤレス充電対応しているというのはちょっと意外でしたね。では実際に充電できるか見てみたいと思います。はい、置きました。色がね、先ほどの緑からこのようにブルーに変わっていますが、これ充電できている状態です。今ね、インジケーターを見てみますと、ケースそのものの充電が 92% になっていまして点滅しています。そしてこれを今上げてみますと止まりましたね。今グリーンになっていますが、もう一度やってみますと、はい、ブルーに変わりまして充電ができている状態になっています。ということでね、ワイヤレス充電に対応しているとなかなかすごいですね。ちなみにスマートフォンにアプリなどを入れてカスタマイズするとかそういった機能はついておらず、もう単体で使う形になっています。そして使い方に関しましてはね、このボタンをどう押すかってことによってコントロールすることができますので、そのあたりもね、ちょっと勉強しながら使ってみたいと思います。で、使用感をね、この後にお伝えしたいと思います。
というわけで実際に使ってみた上でのファーストインプレッションということで感想をお伝えしたいと思います。まず一番肝心なところとしましては音質になると思います。一言で言いまして、この標準の設定で音質が非常にいいということになります。本当にね、それに尽きるのかなと思いましたね。あくまでもこの本体のみのデフォルト、標準設定でそのまま聞くっていうことになりますが、その標準設定がめちゃめちゃいいんですね。全音域で踊ってる部分がないなと思いました。こういったね、見た目に反して高音質っていうのはちょっと意外性がありましたね。10段階で数値で言うならば、高音が8ぐらいあるかなという感じですね。中域に関しましては7ぐらい。低域は5という感じになるでしょうか。そういったイメージで音がね、個人的には出てるなと思いました。例えるならインナーイヤー型のワイヤレスイヤホンとかなり近いような音質じゃないかなと思います。直接耳に入れるわけではありませんが、この形状からしましてね、耳に当たるフィット感というのがかなり高いので、インナーイヤー型に近いオープンイヤー型という風になっていると思いました。ですので本当に思いのほか音質はいいので、屋内で使ったとしても満足できるクオリティじゃないかなと思います。で、実際ね、屋外で使った場合は当然ながらね、オープンイヤー型になっていますので、ある程度周囲の外音を聞きながら音楽を楽しむということになると思います。ですので、屋外で使う方にとっても安全であり、なおかつ音質もいいということで、なかなか満足できるんじゃないかなと思います。そして続けて通話の品質になりますが、この Sigba SO1 には ENC の機能が搭載されています。ENC っていうのは先ほどもご紹介しましたが、環境音をある程度カットするね、機能になっていて、綺麗な音質で相手に伝えることができる機能になっています。実際にやってみましたのが、LINE の通話でも使えるかということですね。私の声を妻が聞いてくれたんですが、声そのものが強調されていて、ラジオから聞こえるような音質のクオリティになっています。そして次に気になりますのは、装着感ではないでしょうか。やっぱりね、こういったオープンイヤー型になっているということで、耳に引っ掛けるわけですけども、これなかなか良かったですね。ここの付け根の部分がこのように30度ずつ回転するようになっていまして、頭がこちら側にあった場合、ある程度離すっていうこともできますし、もしくはこのようにぴったりと頭の方にくっつけるっていうこともできます。フィット感をね、自分自身で調整することができますので、耳から離れないように、いわゆる浮きを最小限に抑えられるという感じになっています。その影響もありまして、やっぱり音質が向上しますね。浮きがありますと、かなりその音質の低下っていうのがありますね。軽い感じになってしまいます。で、そしてこの耳に引っ掛けてる部分も、まず連続で1時間ぐらい音楽聴いてみたんですけども、耳が痛くなるってことはありませんでした。連続で9時間もバッテリー持ちますけども、9時間ぐらいつけていたら当然ながらね、耳の一番上の部分でしょうか、痛くなるんじゃないかなと思います。その辺はね、ちょっとどうしても限界はあると思います。そしてこのようにね、ある程度柔軟性が動きにありますのでね、そういった意味でも落下防止のためにすごく貢献してるんじゃないかなと思います。そしてですね、次にやっぱり気になりますのは、この操作性に関してなんですけども、やっぱりこの物理ボタンが搭載されているっていうので、タッチする場所を見つけやすいっていうのもありますね。どうしてもタッチセンサーの場合は、この辺じゃないかなっていうところでタップしたりして全然外れてるってこともあるんですけども、これをやっぱり指触りで、ここにボタンがあるっていうのが分かるようになっているのがいいですね。オープンイヤー型のこのタイプに関しましては、やっぱりね、物理ボタンあるとすごく分かりやすくていいと思います。特にウォーキングやランニングされている方は、動きながらの操作になりますので、触覚で分かるっていうのがすごくいいと思います。ということでね、この物理ボタンがあることもありまして、非常に操作性っていうのはいいんじゃないかなと思いました。ということで今回Sigbaの SO1 というね、このオープンイヤー型のワイヤレスイヤホンをご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。とにかくシンプルにつきますので、複雑なことはなしに購入時のままでもいいので、とにかくわかりやすくサクッと使いたい方にとって、でしかも音質もある程度は欲しいなっていう方にとってね、ジャストフィットじゃないかなと思いました。Sigbaっていうとなかなか聞き慣れないメーカーになりますので、使ってみないとわからないっていう部分はあると思いますけど、音質に関しましてはね、標準のままで本当に綺麗な音でした。ただちょっと気をつけなければいけない部分も一つね、ありましたね。こんな風に結構離れさせていますけども、このまんま戻そうと思っても、こうやってね、浮いてしまって、よく見ると充電の端子の部分が浮いてしまっていますので、当然蓋も閉まりませんし、充電もできない状態ですね。充電台に戻すときは標準のような形状に戻してからしまうという
風になります。そうしますと、バッテリーがしっかり充電できるようになっています。ということで、お値段も1万円ほどと、この形状のタイプにしては、若干ですね、ちょっと高いめかなとは思いますけども、結構ね、その音質の面では本当にダントツいいんじゃないかなと思いました。ということでね、気になった方は概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひ詳細の方をご覧いただければと思います。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。